ジェンドブリ優勢です。2024年12月19日世界周遊321日目です。ということで今どこにいるかというと、ポーランド共和国クラクフに来ているよ。ここクラクフはポーランドのかつての首都です。ということで今回はここクラクフとアウシュビッツ収容所編、レッツゴー。2024年12月19日世界周遊321日目です。現在地はチェコ共和国の首都プラハ。ホテルをチェックアウトしたので、これからフローレンスバスステーションに向かいます。今日はこれからポーランドに行きます。はい、ということでフローレンスバスステーションに到着しました。このバスステーション、レストランもカフェもしっかりあるし、とても綺麗でいいバスステーションです。今回も利用するバスはフリックスバスです。プラハからポーランドのクラクフまで51ドルだったので、日本円で7950円ぐらいですね。で、所要時間8時間です。はい、ということで帝国通りバスが来ました。はい、ということで20分ぐらい遅れましたが無事到着しました。ということで世界周遊第39カ国目ポーランド共和国に入国。現在地はクラクフのバスステーションです。ポーランドの通貨はゾーティ、1ゾーティ 38.4 円です。それじゃあとりあえずホテルまで歩いていきます。今回のホテルは歩いて10分ぐらいなんで結構近いです。ここはクラクフの中央駅前なんだけど、すごく素敵ですね。ちなみに気温は10度なのでそんなに寒くないです。でっかいショッピングモールもあるし、結構栄えてるな。今回はエアビーで予約。シングルルーム3泊 408.24 ゾーティ、日本円で 15,676 円です。とても清潔だし、洗濯ロープがあるのでとっても便利です。ここはバスルーム。バスルームも新しくて清潔です。Wi-Fi のスピードは 94Mbps。問題ない速さです。はい、ということでチェックインしたので、これから夜のクラクフを少しだけ散策したいと思います。今から行くのはクラクフの歴史地区といって、中世に栄えたいわゆるクラクフの中心地です。かつては城壁に囲まれてたんだけど、今は城壁はなくて、この地域は世界遺産に登録されています。この辺りがかつての城壁の中です。街並みすごく素敵ですね。やっぱりとてもヨーロッパらしいというか、道路も石畳だし、ライトアップがとっても素敵です。結構クラクフの街ではこんな感じの馬車を見かけることも多いです。ということで今日の目的地に到着しそうだ。ということで到着しました。ここは中央広場です。中央広場は歴史地区の中心でヨーロッパ最大級の広場です。中央広場ではこんな感じでクリスマスマーケットが開かれています。このクリスマスマーケットもすごく素敵ですね。正直クラクフにそんなに期待していなかったんだけど、到着5分ですでに気に入りました。確かにすごく大きな広場ですね。この場所だけかと思ったら、こっちの建物を囲うように向こう側にも広がっています。中央広場の中心にあるこの大きな建物は織物会館です。織物会館はルネサンス様式で建設され、かつては国際貿易の中心地でした。現在はお土産屋さんが並んでいるそうですが、午後8時過ぎて全部閉まっているので、明日また改めて来たいと思います。織物会館の反対側に来ました。うわ、すごいな。本当に素敵な街並みです。
ポーランドの隣にウクライナがあるので、こんな感じでウクライナの国歌演奏してます。頑張れウクライナってことですね。クラクフのクリスマスツリーもとっても素敵です。ほら見てこれ、こんなにたくさん馬車がいます。しかも馬が白、白馬ですね。あ、こっちの馬は黒だ。結構ね、馬操ってんの若い女性が多いんですよ。すごいね、たくましいな。そして馬のサイズが結構でかいね。中央広場のクリスマスマーケットにやってきました。結構静かですね。落ち着いた雰囲気です。割とお土産になりそうなものが多いです。そして上には可愛らしい天使がいます。わ、ここのソーセージでかいな、美味しそう。これなんかポーランド料理のスープです。飲んだら温まりそう。1杯20ゾーティなので日本円で700円ぐらい、そんなに高くない。まもなく午後9時になりますが、人がとっても多いですね。にぎわっています。それじゃあ明日は仕事の後クラクフを散策します。おやすみなさい。2024年12月20日世界周遊322日目です。時刻は午後3時、仕事が終わったのでこれからクラクフを散策したいと思います。はい、ということで今いるのはクラクフ歴史地区です。まずは中央広場に向かいます。昨日は気温が10度ちょっとありましたが、今日は雨がさっきまで降っていたので気温5度、ちょっとだけ寒いです。今日も中央広場にやってきました。昨日も紹介した馬車です。相変わらずすごい数の馬車が止まってます。本当に操縦しているのは若い女性が多いですね。ここは織物会館です。昨日は夜だったので閉まってましたが今日は開いてます。すごいな。小さなお店がたくさん並んでます。結構琥珀が有名らしくて、お土産屋さんに並んで琥珀を使ったジュエリーのお店も並んでいます。中央広場にあるこの大きな建物は聖マリア教会です。聖マリア教会は13世紀に建設されたゴシック様式の教会です。ポーランドは結構厳格なカトリック教徒が多いので中見学できるか分かりませんが、ちょっと行ってきたいと思います。あそこより先は Do not visit って書いてあったのでその先には行きませんでしたが、天井がねすごく水色で素敵でした。クラクフはかつて城壁に囲まれた町だったので、ここにはお城があります。これからお城へ行きたいと思います。本当に中世の可愛らしい建物がたくさん並んでいます。クラクフ歴史地区、教会がすごく多いです。左側の教会は聖パウロ教会、右側が聖アンドリュース教会です。ということで到着しました。ここはワベル城です。ポーランドが建国されたのは10世紀。このお城は11世紀にポーランド王の宮殿として建設されました。今の時刻は午後3時40分。今日の日の入り時間も午後3時40分です。もう日が暮れちゃいますが、急いでバベル城を少しだけ散策したいと思います。ここがお城の入り口です。
ワベル城、こうやって見ると結構大きいですね。庭もこんな感じで素敵です。このワベル城はポーランドの首都がワルシャワになって以降、オーストリア軍によって占領されてしまいます。1905年に軍が撤退し、第二次世界大戦も乗り越え、現在の姿になりました。ここはワベル城の中庭です。建物がとっても大きくて迫力があります。このワベル城からはビスワ川と歴史地区の外側のクラクフの街並みが見渡せます。お城の前にはワベルの竜という銅製の竜の像があります。詳細は不明ですが、5分に1回ぐらい口からガスを噴射して炎を吹くそうです。いやー、空が綺麗だ。ということで、歴史地区の中心地の方へ戻りたいと思います。まだ午後4時20分ですが、こんなに真っ暗です。また馬車が来ました。本当にこの可愛い街並みと馬車、絵になりますね。毎度おなじみ、中央広場に戻ってきました。相変わらず綺麗な広場だ。明日は朝からアウシュビッツ強制収容所を見学します。おやすみなさい。おはようございます。2024年12月21日、世界周遊323日目です。現在時刻は午前5時35分。今日はこれからアウシュビッツ強制収容所に行きたいと思います。今回アウシュビッツまでは約5000円のツアーで行きます。往復プラスセルフガイドって言って、日本語のガイドブックが配られて、それを読みながら自分で見学するというツアーです。なんでツアーに参加したかというと、公式オンラインサイトからアウシュビッツのチケット予約ができるんですが、残念ながら直近すべて予約で埋まってました。なので、行くにはツアーに参加する以外なかったです。とりあえず集合場所まで行きたいと思います。集合時間は午前6時。雨が降ってます。はい、ということで中央駅前の集合場所に到着しました。私が参加するツアー以外にもたくさんのツアーがあります。はい、ということでバスが来ました。これでアウシュビッツに向かいます。午前7時30分到着しました。ということでチケットをもらいましたが、入場できるのが12時なので先に第2収容所に行きます。ということでアウシュビッツ第2収容所ビルケナウに到着しました。こんな感じで日本語のガイドブックが配られました。第二次世界大戦時、ナチ占領下のヨーロッパ地域で約600万人のユダヤ人が虐殺されました。そもそもユダヤ人差別は中世時代にすでに存在していました。その後、ドイツが第一次世界大戦に敗戦。さらに世界恐慌の影響で国民の生活が困窮、街中に失業者があふれ返りました。そんな時、政治のカリスマ的存在でアドルフ・ヒトラーが現れます。ヒトラーはユダヤ人こそ我々の敵だ、不幸の原因だ、そう叫び、人々の憎しみを煽りました。そしてユダヤ人排除のさまざまな政策を打ち、この地で収容、そしてホロコーストを行いました。それでは第2収容所を見学したいと思います。ユダヤ人はヨーロッパ各地から
この場所に列車で連れてこられました。ここはランペ、つまり列車の降車場所です。列車で連れてこられたユダヤ人は、この場所で死の選別というものをされます。死の選別では、働ける者は収容施設へ、働けない障害者や高齢者、妊婦などはすぐにガス室に送られました。死の選別で労働することが決まった囚人たちがまず登録するために行った本浴場、通称サウナという場所にこれから行きたいと思います。この場所が本浴場、通称サウナです。この本浴場では日用品を奪い、髪を切り、体を消毒してシャワーを浴びせ、左腕にタトゥーとして囚人番号を彫りました。登録が済んだ囚人はその後収容所に送られます。これからその収容所に行きたいと思います。敷地内にはこのような監視塔がたくさんあります。ということで収容所に到着しました。この建物はバラックと呼ばれています。このエリアのバラックは女性用のバラックで、アンネ・フランクもここに収容されていました。ここがバラックの内部です。ベッドは3段。1つのベッドに4から5人の人を寝かせました。ベッドとは言っても、板の上に藁を敷いただけ。暖を取れるものは、このように小さな暖炉が建物に2つだけ、十分に温めることはできません。ポーランドの冬はマイナス20度まで下がるので、栄養失調だけでなく、凍死者もたくさん出ました。こちら側のバラックはすべて破壊されてしまっています。ここはガス室送りになった人たちが歩いた道です。それではガス室に向かいます。到着しました。ここがガス室と焼却炉です。終戦直前、証拠隠滅のために親衛隊がガス室を破壊しました。ここはまた別のガス室です。1日に何千もの人が亡くなり、365日焼却炉の煙が絶えなかったそうです。ちなみに壊されていないガス室が第一収容所に残っているので、後ほど見学したいと思います。それではアウシュビッツ第一収容所に向かいます。ということでアウシュビッツ第一収容所を見学したいと思います。ここがアウシュビッツ第一収容所の入り口です。まるでここに来ることを歓迎しているかのように、門にはドイツ語で働けば自由になれる、そう書かれています。この門を作ったのはユダヤ人。 B の文字が上下逆さまになっているのはユダヤ人の抵抗です。このアウシュビッツ第一収容所は1940年の6月に開設されました。まずは4号棟にやってきました。この地図ではヨーロッパのどの町からユダヤ人が連行されたかがわかります。実は強制収容されたすべての人がユダヤ人だったわけではありません。ユダヤ人は約9割、それ以外にもソビエト、もしくはポーランド、ドイツ、そういった地域の政治犯なども収容されました。この写真は先ほど言った第二収容所に列車で連れてこられたユダヤ人たちです。この写真がまさに死の選別が行われている様子です。これは実際に使われていたガス管です。
ガスは害虫駆除用のガスが使われていました。撮影はできませんが、ここには収容時に切られた女性の髪の毛が約2トン展示されています。続いて5号棟を見学します。これは収容時に没収されたメガネの山です。これは義足や松葉杖です。これらを使用していた人たちは当然働けないとみなされ、到着してすぐガス室に連れて行かれました。これは没収された食器類です。ユダヤ人たちはここで生活できると思ってきているので、生活必需品をたくさん持ってきていました。ここにあるのはすべて亡くなった方たちの靴です。こうやって実際に大量の靴を見ると、数字だけではわからない恐ろしさを感じます。このように小さな子供の靴もあります。これらはすべて没収されたカバンです。カバンを没収するときに、後で自分のカバンがわかるようにと名前や出身地を書かせて安心させたそうです。続いて6号棟に入ります。これらはすべてここで亡くなった方たちの写真です。これらのマークを囚人服につけて囚人をカテゴリーごとに分けていました。例えばユダヤ人、政治犯、ソビエト出身、同性愛者。これが実際の囚人服です。続いて7号棟に入ります。実際に使われていた布団です。トイレは当然のことながらプライバシーはありません。見学はできませんが、10号棟では人体実験が行われていました。ここは主に政治犯や脱獄を図った人が銃殺刑された場所です。この場所の隣の建物11号棟には監獄があります。このように収容所の周りは二重の鉄線が張られていて、当時この鉄線には200万ボルトの電流が流れていました。なので当然脱走はできないんですが、あえてここに身を投げて自殺する人も多かったそうです。ここは診療室ですが、数千人がフェノールの心臓部注射で殺害されました。この治療室があるのは20号棟なんですが、この建物は他の建物とちょっと匂いが違います。これは主に脱走を試みた人が処刑された絞首刑台です。この絞首刑台は天子広場前にあります。あえて天子の時間に処刑をすることで見せしめをしていたそうです。それではこれからガス室に行きます。ということで、ここがガス室です。囚人たちはシャワーを浴びると言われてここに連れてこられたため、通称シャワー室と呼ばれています。それではガス室に入ります。さっきも言った通り、ガスは害虫駆除用のガスが使われたため、
ガス管が投げ込まれてからすぐに死ぬことができず、15分から20分ぐらいもがき苦しんだそうです。これは囚人たちがもがき苦しんだ時に壁をひっかいた跡です。ここで亡くなった囚人たちは隣にある焼却炉でその場ですぐに焼かれたそうです。ということで、アウシュビッツ強制収容所でした。これからクラクフに戻ります。はい、ということで時刻は午後4時15分、クラクフに到着しました。現在地はクラクフの歴史地区。この辺は一部城壁がまだ残っているんですね。今日は週末だからいつもよりも人がたくさんいます。中央広場もこの通りすごいにぎわいです。今日は晴れているから綺麗だね。ということで今回はここクラクフとアウシュビッツ強制収容所の様子をお伝えしました。ではこの動画この辺で終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。